皆さんこんにちは。うつベンチです。今回は僕がベンチプレス130キロを上げた時に強化した種目を紹介したいと思います。ちなみに140キロを目指している現在も同様に行っています。130キロを上げたのは120キロを上げてから約8ヶ月後で、ベンチプレスを始めてから2年2ヶ月ぐらいです。ちなみに現在は 137.5 キロまで上がっており、140キロに向けて頑張っています。で、この期間というのは1回120キロが上がった後に、肘を怪我をしたり、マックスが 112.5 ぐらいまで落ちたり、120キロから先が全然伸びずにかなり苦しみました。130キロの目前の 127.5 キロまで上がったものの、その後は125キロも上がらなくなって120キロが怪しい時期っていうのもありました。そこからいろいろと試行錯誤をして130キロを上げるに至ったわけなんですけれども、その中で強化してよかったと思った種目をご紹介したいと思います。で、今回はベンチプレスの派生系を2種と一般的なトレーニング種目を2種ご紹介します。まずは足上げベンチプレスです。これは定番といえば定番ですが、ベンチプレスの派生系ですね。足上げベンチプレスは文字通り足を上げて行うベンチプレスなのですが、これはかなりやり込みました。一時期膝を怪我していたっていうこともあって、足上げをメインで行っていた時期もあります。この時期っていうのはトップシングルも足上げ、セットも足上げという感じですね。で、足上げの種類に関しては、普通に足を上に持ち上げる足上げや、足をまっすぐに伸ばすタイプのパラベンチ、あとは足を放り投げる形にするラーセンベンチ、この3種類を行ってました。手幅は通常のベンチプレスと同じ手幅でやってましたね。で、実感した効果としては、1つ目にボトム強化、2つ目にバランス強化、3つ目に下ろしのコントロールの強化です。足上げベンチでは足が使えないので、ボトムの位置ですね、ボトムの高さが通常のベンチプレスより低くなり、可動域が大きくなります。で、これに伴って筋量と筋力の強化っていうのが望めます。で、これは効果が出るのには時間がかかるんですけれども、着実に強くなるためには重要なことだと、改めて感じました。次にバランスの強化です。足上げベンチでは足をつかないことで、前後左右のバランスが取りづらくなります。足をついていれば多少下に流れても足で押し返すっていうことができるんですけれども、足上げで下に流れてしまうと、修正するのが難しい上に肩への負荷も大きくなってしまいます。僕の場合は足上げで下に流れると検査関節が痛くなってしまいます。これを起こさないようにレップをするっていうことで、上下のブレっていうのが小さくなっていきます。また左右差があるとグラグラしてしまうので、これを調整するように練習することになります。おそらく普段のベンチでは足を使って調整していた左右差ですね、これを上半身、特に背中で調整することになるので、今まで使ってなかった筋群、ローテータカフ系ですね、極上筋とか極下筋とか肩甲下筋とか小円筋とか、前鋸筋とか、こういうのを使うことになると思います。で、筋量、技術の向上、安定性の上昇によって下ろしのコントロールっていうのがうまくなるので、パワーフォームに戻した時に安定した動作ができて、安定した動作から生まれてくる出力が大きくなるというふうに考えています。ちなみに僕はベンチプレスを強くしていくために一番重要視しているのはフォームの安定性です。安定した動きからしか高い出力は出ないというふうに思っています。レッグドライブなどを用いた連動性の強化っていうのは、安定性のある動きから出力が十分に出せるようになってから取り組むべき課題だと思っています。はい、では2種目目です。2種目目はケツ上げベンチプレスです。これもベンチプレスの派生系ですね。で、ケツ上げベンチプレスではベンチ台にお尻をつけずに足で踏ん張ってプレス動作を行います。これによってブリッジが少し高くなります。ブリッジが高くなることで可動域が狭くなり、通常のベンチプレスよりも高重量が扱えます。
これによって通常のベンチでは持つことができない高重量を持てるので、ラックアップの受けとかトップの部分ですね、あとは神経系の強化につながります。個人的に非常に効果を感じたのはトップサイドの強化です。僕はボトムよりもトップで詰まることが多くて、ここが課題だったんですけれども、ケツ上げベンチをやることで強化できたと思います。でやってみて意外だったのは、距離が短くなったにもかかわらず大胸筋への負荷が非常に大きかったことです。重量が上がったからっていうのがあるんですよね。でベンチプレスの動作の上側っていうのは三頭筋の付与の方が大胸筋より大きいというふうに思っていたんですけれども、トップ部分での大胸筋の動きっていうのをよくよく考えてみると、肩甲骨を内転した状態での最大収縮位なんですよね。特に大胸筋の胸骨付着部分、内側ですよね、ここに強烈な刺激を感じました。この時はパワーフォームのマックスが125キロとかだったんですけど、125キロのケツ上げで5レップ10セットとかっていうセットを組んでました。トップシングルに関してはマックスが125キロの状態で 142.5 まで持ちましたね。よくケツ上げベンチはブリッジが高くなって可動域が減るので大胸筋のトレーニングとしては意味がないっていう、方がいらっしゃるんですけれども、そんなことはないですね。で極端にブリッジが高くて可動域が数センチしかないっていう、そういう状況を除いて多くの方はケツ上げベンチの方が胸が立つので大胸筋のストレッチが大きくなるはずです。可動域が数センチしかない状態っていうのはほとんどの方は作り出せないと思うんですよね。よほど胸椎が柔らかくないと難しいと思うんですよ。もしくは手が短いか。なので、あまりそこを心配する必要はないかなというふうに思います。はい。で、ここからは通常のトレーニング種目で、3つ目はオーバーヘッドプレスですね。シートとスタンディングの両方やってるんですけど、個人的にはシートの方が感覚がいいです。ざっくりとした目的なんですけれども、いろんな方向に押せば強くなるんじゃねっていう、そういう感じです。これと同じ理由で4つ目のディップスも取り入れてます。僕いろいろな動画で細かいことをごちゃごちゃとお話ししているんですけれども、トレーニングって正直これでいいんじゃないかなっていうような感じはします。押したり引いたりっていうのが強くなれば総合的に強くなるよねみたいな感じですね。もう少し詳しくご説明すると、この2種目はベンチプレス動作の安定と肩関節を保護するためのローテーターカフの強化につながると思っています。ローテーターカフっていうのは肩の内側にある筋肉ですね。三角筋とか僧帽筋とかいろいろありますけれども、そのさらに中、肩甲骨の裏とか、あばらの方についている、そういう筋肉ですね。まず安定性に関してなんですけれども、オーバーヘッドプレスは上側に持ち上げる動作っていうのを強くする種目ですので、ベンチプレス動作において下に流れることを防止できると思います。逆にディップスは下に押し込む力を強化できるので、ベンチプレスでバーが上に流れて、いわゆる脇ガバベンチになるのを防ぐ効果があると思います。で、上にも下にも流れにくいっていう状況を作ってあげると、もちろんベンチプレスの動作全体っていうのが安定してくるわけですね。で、この動作に寄与してくるのはおそらく肩周辺のローテーターカフを含む筋群ですね。肩周辺全部ですね。この肩の前とかだけではなくてという意味です。で、オーバーヘッドプレスではベンチプレスで使うことがない肩甲骨の上方回旋、手を上に上げる動作ですね。これが起こるので、ベンチプレスばっかりやってると偏ってしまう筋肉のバランス、これを整えることができます。ベンチプレスで補助的に使う僧帽筋とか手動筋の上腕三頭筋ももちろん強化できます。
でディップスでは前鋸筋、押し込む筋肉の前鋸筋とかのローテーターカフの強化っていうのもあるんですが、僕が特に重要視しているのは胸をこう前にというか胸をこう後ろに下げて肩を前に出した状態、こういう胸を含んだ状態で行うディップスの最終局面の大胸筋の収縮ですね。高重量で大胸筋を限界まで収縮できることができる数少ない種目だと思います。でこれはベンチでは得ることができない感覚なので、ディップスっていうのは非常に大事にしています。先ほどのケツ上げベンチで少しお話ししたんですけれども、僕の場合はベンチプレスのトップが弱くて、その主な原因っていうのは胸を張った状態での大胸筋の収縮位、これが弱いと思ってるんですよね。でその弱点を補うために高重量の収縮重視でディップスを取り入れているんですけれども、一定の効果はあるんじゃないかなというふうに思っています。でディップスは胸を開いて行う方法っていうのもありますけれども、それだとベンチプレスと動きがあまり変わらないので、今は胸を含んでやってます。というかこっちの方が慣れてるんですよね。僕自身が体操やってた時平行棒でよく、こういう胸を含んだ方法でやってたので、今日ご紹介した足上げベンチとかケツ上げベンチ、オーバーヘッドプレス、ディップスの詳しい話っていうのはまたいつかしようと思います。もしリクエストをいただいたら頑張って早めに作りたいと思います。ということで今回は以上です。この動画が参考になったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントもやっています。無料でベンチプレスのメニュー作成、フォームチェック、お悩み相談やってます。最近はグループトークでベンチプレス部というオンラインベンチプレスサークルもやっています。20代、30代から60代ぐらいの方まで、幅広い世代でワイワイやっているので、お気軽に友達登録とか個別チャットでメッセージいただけますと嬉しいです。これからもみんなでベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。